こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は直近で私が仕事で使っているノート類をね、ちょっとすべて紹介してみようかなと思います。合計8冊あるので、小さいサイズから順番に紹介していきます。一つ目は当店オリジナルのミニメモ帳770円。当店のね、動画ではもう常連のこのミニメモ帳。手のひらサイズのコンパクトさでミニ鉛筆もついていて、本当にどこでもすぐにメモることができます。私は思いついたトゥードゥを片っ端からね、ここにメモってひたすらね、消化するようにしています。できなかったタスクっていうのはこうやって蛍光ペンでハイライトして、後日ね、完了するようにしています。で、すべてが完了したら、好きなスタンプをね、押しています。詳しい使い方は過去動画でも紹介しているので、よかったらね、そちらご覧ください。私は1日1ページを目安に使っていて、だいたい半年ぐらいで1冊使い終わる感じのペースですね。で、こちらのアイテム、ちょっと大変申し訳ないんですが、現在欠品しています。4月上旬には全色再入荷予定ですので、ちょっとご迷惑をおかけして申し訳ないんですけども、もうしばらくね、お待ちください。次はこちら、アトマノートです。ベルギーのメーカーのノートで、私は現在2冊ね、使っています。ページの方は天の仕事道具店の運営で、グレーの方は海外店舗実は始めていて、テンズステーショナリーの運営マニュアルを作っています。商品のタグはこういうルールで付けようとか、送料の設定はこのアプリを使いつつ元の機能を使おうとかね、そういう自分で作った運営ルールを忘れがちなので、ここでメモって後からすぐに思い出せるようにしています。あとは検索性を良くしたかったので、インデックス付箋をね、使ってざっくり分類しています。使ってるのはブッカルーというメーカーのものです。今後ね、分類方法を変える可能性もあるので、付箋タイプのものにしました。で、使い方としては大きくタイトルを書いて、あとはね、ルールとかやり方をね、書くだけ。今後ね、失敗した時の注意点とかを後からでも書き込めるように余白を多めで書き込んでいます。で、こういう余白を残しておきたいっていうのと、あとこのノートね、ページを取り外して入れ替えすることができます。なので、1ページに1マニュアルだけ書くようにしています。分類し直したりね、並べ替えたりが、そのおかげで簡単にできます。このマニュアルノートはもう私の中では本当に大切なノートで、ミスが多くて、社会人1、2年目でね、困っていた時に、自分がよくミスるポイントを抑えた自分だけのマニュアルを作ることでミスが減りました。同じようなね、悩みがある方はぜひね、こちらも過去動画で作り方とかを紹介しているのでご覧ください。で、アトマはベルギーのメーカーのノートで、現在はね、ちょっと日本では手に入りにくいっていうこともあって、今年の1月から当店でね、取り扱いを開始しました。で、とってもね、大きな反響をいただいて、すぐにちょっと売り切れちゃったんですけど、4月中に再入荷できるように今進めておりますので、もう少々お待ちください。ちなみに表紙にはね、スタンプでロゴを入れました。表紙にしっかりね、何のノートかわかるようにすると、ノートがね、続きやすいんだなってことにね、気がついたので、結構ね、表紙を最近作るのにハマっています。いつもノート作るけど、何のノートかわかんなくなっちゃって続かないよって方はね、表紙作りするのおすすめです。で、グレーの表紙のテンズステーショナリーのところは、文字はね、スタンプじゃなくてユニオンというメーカーのデカドライっていう転写シールを使っています。これはね、実家に転がっていたので、使ってなさそうだったので私がもらってきたものです。どうやらね、だいぶ前にメーカー終売しているようでした。でもね、レタリングシートとかってね、検索すると、まだまだ似たような商品がね、たくさんありました。簡単にね、文字入れられて便利なので、気になる方はぜひレタリングシートで、楽天とか Amazon をね、検索してみてください。ということで、マニュアルノートを紹介しました。ミスが多いのが悩みの方はぜひマニュアルノート作るのおすすめです。次はこちら、紙のミルフィーユからグラウンドノートです。こちらはね、最近使い始めました。横長で頭のことをそのままね書き出しやすくて、アイデア帳とか思考整理をするのに愛用しています。で、こちらのノートね、大容量なんですけども、表紙を折り返すことでね、かなりコンパクトに片手に持って使えます。
紙も薄くて軽いんですけどしっかり強い感じがあって、裏表ね書き込んでもへたりません。使い心地やね品質はすごく満足してるんですが、2000円超えというお値段なのでちょっとこんな使い方でいいのかって悩んでる点と、あとこのノートの前はクロッキー帳を使っていたんですけど、それはねリングノートで1枚ずつページを切り離して他のノートに貼り付けて保管できていたので、ちょっとそういうのができないのはね不便かなと今のところ感じています。それでもね今使ってるグランドノートは質の良さとか持っていてテンションが上がるとか書き込みたくなるっていうなんか心理的な面がねかなり気に入っています。アイデア帳のいいところはね、不便に感じたこと感動したことを書き出すとアイデアが必要な時の、ストック資産になるし、やりたいなと思ったことを書くと日頃の行動が変わるし、漠然とした不安を書くと意外と俯瞰してね落ち着けるのがいいところかなと思います。次はラコニックのフィールドパッド A6 サイズです。先日ね SNS で紹介してからかなりね反響があったアイテムです。よく使う英語サイズのノートより一回り小さいミニバインダーです。で、私は左に SNS の投稿予定を書いて、右側に構成とかポイントの整理などを今書き込んでね使っています。休日のお出かけで、電車に1時間くらい乗るけどパソコンは持ち歩きたくないなっていう日とかはこれをね一冊バッグに入れておくことで、移動時間にちょっと考えたりすることができます。しっかりとね、板の方が硬いので、場所を選ばずにね、書き込めるバインダーっていうのと、サイズ感が小さいので、隙間時間で終わらせたいタスクを書くのにちょうどいいなと感じてます。まだね、使い始めて日が浅いので、1ヶ月くらい使い込んだら動画にしようかなと思ってます。皆さんだったらね、このミニバインダー、どんな使い方をしますか？ぜひね、コメントでアイデアを教えてください。次のノートはこちら、ロルバーンのフレキシブルノートです。表紙のタックスログって書いてあるのは先ほどのね、転写シートです。そしてそのままの意味で税金関係の記録をここに書き込んでいます。もともとはね、健康診断のログとかもここに一緒にしていたんですけど、ちょっとややこしいので仕事の税金関係だけにしました。で、対応時期ごとにざっくり分類してあります。2024年より前のはね、最後の方にまとめて保管をしています。2024年以降っていうのはオランダで個人事業主始めたりとか、日本で法人作ったりと、どちらもね、1期目なのでいろいろ対応しながら今ね、書き込んで作ってる途中です。で、商品名ロルバンフレキシブルでピンときた方もいるかもしれませんが、こちらのノートもねページの取り外しができます。ミスってもねちぎって捨てられるし、1枚ずつ取り外してがっつり書き込めるとか、あとは順番をね後から変えられるっていう便利さにね私は虜になってます。ロルバンは特に一緒に使うアクセサリーも豊富ですごくいいですよね。見出しに使っているシールは昔ねフライングタイガーで買ったシールブックに入っていたものを使っています。前にね購入品紹介をした動画があったかなと思います。こんな感じでサイズとかカラーとかたくさん入っていて、確かね100円ちょっとぐらいでほんとコスパ良くて便利です。中のリフィルの書き方は自分用マニュアルと同じで、タイトルを書いて余白多めに書き込みます。このページはね社会保険について書いていて、裏側には支払った日とか費用のねログをつけています。いついくら払ったっていうのがねすぐに確認できるのがね意外とね私は役に立っております。次はこちら、当店のオリジナルプロジェクトプランナーです。プロジェクト管理のできるノートになっていて、見開き1ページで1プロジェクト書き込めます。1冊目に紹介したね、トゥードゥリストだけではなかなか管理できないような、準備とか対応がたくさん必要なプロジェクト系は、このノートにね、まとめて管理をしています。このノートにね状況を集約することでメールとかチャットとかいろいろなことでやり取りすると思うんですけど、確認すべき場所をここのノート1箇所にできるっていうのと、あとは次回似たようなことをするときの参考になります。2024年にね似たノートを1冊使い切ったんですが、やっぱりね似たプロジェクトやるときに注意点とかスケジュール感がねすごく参考になっています。こちらのノートはね、当店のオリジナルなんですが、ちょっとすでに終売しています。今回の紹介ね、売り切れとか再入荷待ちとか終売とかでなかなか今すぐ手に入らないっ
ものが多くてすごく恐縮なんですけど、どういうノートを仕事に使っているのかとか、こういう使い方もあるんだみたいな点が参考になったらね、嬉しいです。で、プロジェクトノートはこれを使い込みながら、さらに改善できないかっていうのを試行錯誤をしています。なのでまた改良版がね出続けると思いますので、もう本当申し訳ないんですけど、しばらくお待ちください。で、こちらはね最後の方に入れたトゥードゥーリストのページなんですが、自分がね欲しいなと思って入れたんですけど、意外と使ってなくて、なのでコンテンツの管理シートをね手作りして貼り付けてます。こんな感じで実際に使ってみてどうだったかっていうのを元にね改良していますので、はいこのプロジェクトノートと、あと1冊目に紹介したミニメモ帳、あと2冊目に紹介したグランドノートは毎日使うので、一緒にね持ち運んでる使用頻度が一番高いノートたちです。最後の一冊はこちら、クオリーのノートブック方眼ノートという横長ノートです。アイデア帳はグランドノートを持ち歩いているんですけども、もっとねがっつり考えたいっていう時は大きな紙に書きたいので、こちらをねデスクの近くに置いて使っています。このノートのキャッチコピーがアイデアを磨いて宝石のように輝かせようというねキャッチコピーになっていて、薄い方眼系で情報がね整理しやすいのと、あとリングも真ん中の部分が抜かれているので手が当たらず、そして紙もねサラサラしていてペンが引っかからないので、本当に頭の中のことを何にも邪魔されずねスラスラと書き出せます。なのでたくさん書きたいときは私はこのノートを愛用しています。ということで今日は私が仕事で使っている最近のノート8冊をねちょっとすべて紹介してみました。職業柄いろいろなノートを使うようにしているので、またねメンバーが入れ替わったら紹介していこうかなと思います。はい、あとはね皆さんのおすすめの仕事ノートがあったらぜひ知りたいので、コメントでね入れといてくれるとすごく嬉しいです。ではまたね。